ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのラクドスサクリファイスを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、12月5日の MO チャレンジにおいて、6勝2敗でトップ8に入賞していたデッキですね。ダスクモーンから存在するデッキなのですが、投げ飛ばし型というのが珍しいので、こちらをピックアップしてみました。これといって決まった形はないのですが、共通して言えるのは不穏な笑いの4枚採用ですね。場に出た時にエンチャンとか生物を生贄に捧げることで2ドロー、さらにこれを生贄に捧げると戦慄表示をすることができるということで、サクリファイス系デッキにとっては必須のパーツとなっています。機械仕掛けの打楽器操作や望みなき悪夢など、生贄に捧げることでメリットのあるカードを多数採用していて、どんどんとアドバンテージで勝っていこうというデッキですね。今回紹介するこのリストが珍しい理由が迷いし者の魂の採用で、2マナでパワータフネスが墓地のパーマネント数を参照となり、さらにキャストにパーマネントの生贄が必要ということで、デッキにマッチした1枚となっています。使ってみるとわかるのですが、割と簡単に8、9や90まで育つので、2マナ生物としてはこのデッキではかなり強力です。さらに面白いのが無感情のバイキンの採用で、迷いし者の魂が簡単にバカでかくなるということで、一発でもダメージが通れば投げ飛ばして即勝つことができますね。無感情のバイキンはベールマークの終わる字で拾うこともでき、迷いし者の魂を育てながら投げ飛ばしを拾えるということで、ベールマークもこの構成だとかなりマッチしています。はい。ということで、今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。1試合目の対アカタン戦は2ゲームともかなり熱い試合なので、ぜひ最後まで見てみてください。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。1ターン目からしっかりと動いていけるハンドということで、キープしていきましょう。基本的には、不穏な笑いがあるハンドがいいんですが、ベールマークもあるということで、2ターン目の動きとしてはそんなに、悪くはないですね。さあ、相手は、ワンマニガンからスタート。2ターン目にベールマークから入っていきたいということで、1ターン目は追跡者から入っていきましょう。さあ、相手は、これは赤タン、グルル、もしくはボロスという感じですかね。はい。さあ、進化の英雄から入ってくる。一旦とりあえず、ベールマークの大主を出していきましょう。4枚切削して、クリチャを回収しながら、追跡者が育っていくと。対進化の英雄はね、ブロッカーとして残してても意味がないということで、普通に殴っていきましょう。投げ飛ばしも引けてるということで、割とダメージを入れておくことは大事ではありますね。最低即走からインスタントはなしと。さあ、3マナ目引いてきましたが、とりあえずもうこれは、アグロプランでいきましょう。さあ、4点アタックから、さらに、悪夢をね、ここで出しても、あんまりね、意味はないということで、カスメトリからいきましょう。カスメトリはチャンプブロッカーとして立たせながら、で、死んだら、戦術もできるということで、さあ、相手宿敵。これは宿敵を、殴らない。なるほど。ブロッカーとして立たせてくると。ベールマーク引けたので、一旦ベールマーク出して、追跡者を育てながら、で、次のターンに、叫ぶ宿敵を、追跡者の能力で除去っていくという形でいいかなと。さあ、追跡者がどんどんと育っていく。迷いし者の魂が引けるとだいぶ熱いんですが、さあ、でクリーチャーはどんどんと並んでいく。チャンプブロッカーは大量にいるということで、なかなか相手からするとダメージが思うように、通らない状況ですね。不穏な笑いを引いてくる。ただこのターンは、どっちかというと宿敵を先に倒しておきたい感じはありますかね。いや、展開優先するか。望みなき悪夢から、相手の反応がね、少なくなってるんで、ここで出しておきたい感じはありますね。さあ、ワンディスカード。カードを悩んでいますが、山で悩む。山で悩んできたということは、おそらく、キッカー4点火力ですかね。4点火力でもさすがに、山と迷うことはないと思いますが。さあ、ということで、さらに追跡者が育っていく。叫ぶ宿敵に関しては、まだね、ライフがかなり余裕があるということで、一発ぐらい全然殴らせてもいいかなと。最低緑も入ってるタイプですね。はい。
さあ、噴出の稲妻で、追跡者を一旦倒していく。まあ、相手これ宿敵しか殴れない状況ですね。さあ、ここはそのままターンを渡してくる。ただ、まあ、一旦ここは倒していきますか。で、さらに遠の天下で、まあ、アドバンテージを取られたくないということで、相手のネズミを倒していきましょう。さらに不穏な笑いで、戦日用事をしていくと。ベールマーク。さすがにまあ今はいらないかな。まあ今一番欲しいのは、迷いし者の魂ですね。さあ、ベールマーク1体クリーチャーになっていくと。まあこれで次のターンベールマーク殴って、で、まあ迷いし者の魂とか回収できると、もう投げ飛ばして勝っていけるという状況ですね。さあ、相手進化の英雄育てていきますが、ただ、まあなかなか殴れない状況ではありますね。さあ、ここも殴らず、ターンを渡してくる。なんともですね。まあ一応才能は出しておくか。こっちのクリーチャーが死ぬとね、どんどんアドバンテージ取れるんで。さあ、ベールマーク、殴っていきますが、一旦追跡者をもらっていきますか。魂さえ引ければ、もう即勝てるんですが、なかなか引かないですね。さあ、ここはもうジャンプブロックしてくる。ということで追跡者も出していきましょう。まあ、ただここまで来たらね、さすがに、まくられることはない気はしますね。さあ、打楽器奏者をサクって、迷いし者の魂が、ようやく来ましたね。さあ、これで次のターン、もう確定で相手を落とせる状況ですね。で、逆に相手はこのターンに、勝つことが無理なので、ここで投了とは。GG。さあ、ということで相手、赤単タッチ緑ですね。で、まあ、このサイドボードに関してなんですけど、まあ、おそらく、まあ、対コントロールとか、まあ、墓地対策をしてくる相手の場合に、まあ、割とアグレッシブにサイドボーディングしていくという形かなと。で、対赤単に関しては本当にもう、ほぼ入れ替える必要ないと思うんですけど、まあ、苦々しい再開よりは、山賊な才能の方が、まあ、役に立ちそうな場面はあるかなという感じですね。ということで、こんな感じでいってみましょう。さあ、1本目勝って2試合目。1ターン目から動いていけるハンドということで、まあ、キープはしてもいいのかなと。まあ、ただ、やはり基本的には2ターン目に、不穏な笑いから入っていきたいデッキではありますね。さあ、ということでやっていきましょう。相手はマリガンありということで、まあ、手札は少ない、状態からのスタートですね。ということで、まずは、カスメ取りから入っていきましょう。最後の復讐は、まあ、追放除去ということで、進化の英雄を育てられても、まあ、安心という形ではありますね。さあ、相手多様なネズミから、これはもう、一気に、4点入っていく形になりますね。まあ、正直ブロックしてもいいかな。さあ、宝物トークン出ながら、戦術ですが、相手手札少ないんで山賊の才能もありっちゃありなんですけど、まあ、それよりも対処できるカードが欲しいですね。そしてここで、望みなき悪夢を引いてくる。であれば悪夢からもう入っていきますかね。悪夢から入って、で、復讐で、進化の英雄をそのまま追放していきたいかなと。さあ、相手、まあ当然これは悩みますよね。マリガンで手札少ない状態からハンデス。あれを悩む、なるほど。まあ一応エンチャントデッキなので入れてきたという形ですかね。とちとち。1枚は欲しい感じもありますが、いや、いらんかな。土地よりも何か有効牌が欲しいですね。さあ、ということでもう、宝物トークンは使って追跡者を出していきましょう。育てられるうちに育てていきたいかなと。さあ、挑戦者。これはなかなかいい動きですね。
うん。さあ、宿敵は、まあ、唱えることはできないと。ただ、ここで、ダブルストライクで4点アタック。残り15点まで。土地。一旦、まあ、対処しますか。この状況だとアドバンテージを取られたくないということで、追跡者を探って、挑戦者を除去っていく。まあ、ただ相手、多様なネズミが生き残ってるんで、全然こっから、ボコられる可能性は、割とありますね。さあ、ここは2点だけ。まあ、こっちもね、入ってるカードは、単体だとね、弱いカードばっかなんで。さあ、ということで、才能2連打からの、打楽器奏者まで出していきましょう。ここスタックで止まってくる。まあ、テキストを読んでる可能性は、全然ありますね。ここでスタックで止まる理由はないんで、まあ、あるとしたら、火力ぐらいですね。さあ、もう1枚出していきますが、まあ、先に才能を出しておくことによって、打楽器奏者が除けられたとしても、まあ、アドバンテージを取っていくことができると。まあ、特に、このターン殴る、必要もないということで。さあ、これでもうこっちもハンドが0。そして場には、まあ別に強いカードは1枚もないと。お、足当ての陣形2枚入れてる。なるほど。まあ、全然、除去られてもいいやつなんで。さあ、多様なネズミで、まあとりあえず2点ですね。ただ、1枚でも、まあ、クマパンチとか引かれると、一気に、大ダメージを入れられてしまいますね。まあ、打楽器奏者はもう、ブロックして OK なんで、ブロックしていきましょう。さあ、さらに能力が2回誘発と。お、ベールマークいいですね。これまあ次のターンに土地が引けたら、ベールマークのオワールズをそのまま出すことができると。が、土地引かず。まあこのトークンがね、宝物トークンだったらよかったんですが。さあ、ただオワールズを出すことによって、墓地のクリーチャーを回収することができますね。まあ追跡者かな。まあもしくは打楽器奏者で、アドバンテージを取っていくというのもいいんですけど。まあ追跡者を出すことによって、まあ相手のクリーチャーをね、除去ることができるんで。ただ、相手は除去を持ってるっぽいですね。はい。さあ、ということで、カスメトリを出していきましょう。まあ、この状況であれば、清掃人の才能をどんどんと育てて、まあ、レベル3も全然使っていきたいかなという感じではありますね。さあ、カスメトリを読んでいる。まあ、除去打つんだったらどうぞという感じではありますが、おっと、ただ、追放除去。なるほど。さあ、これでさらに2点を入れられていくと。こっちもね、ちょっと何かを引かないと勝てないということで、とりあえず、才能をレベル2にして、で、まあ、食物トークン構えでいきますか。まあ、まだね、6点ゲインできる状況ということで、なんとか、まあ、耐えられる状況ではあるんですが、ネズミがね、どんどんと二段攻撃でアタックしてくるということで、まあ、なかなかめんどくさい状況ではありますね。はい。まあ、一旦ダメージは入れられてはしまうんですが、ただそこまで痛いパンチでは、いや、さすがに痛いか。さあ、8点取って残り6点まで。お。さあ、そしてここでようやく、迷いし者の魂を引いてくる。これは出していきましょう。さあ、いろいろと能力が誘発して、さらにスクライから、まあ、どっちもいらないですね、これは。12、13のバニラが出てくると。さあ、これでこっちは2パンで勝てる状況。で、次のターン何も引けなかったとしたら、まあ、才能レベル3にして、で、墓地の迷いし者の魂を拾ってくるという形になりそうですね。最低反動何もないのが確定なので、殴ることはできない状況。悪夢。
まあ、レベル3きますか。まあ、ちょっといろいろパターン考えてみましたが、まあ、さすがに殴れるはずなので、ワンパンしていきましょう。さあ、まずはこれを通していく。12点当点残り4点。からの望みなき悪夢で残り2点まで。からの、まあ、才能レベル3ですね。まあ、他のパーマネントを3つ生贄に捧げることによって、まあ、墓地のクリーチャーをね、何でも釣り上げることができると。まあ、ベールマークね、さすがにここ、今残してても意味はないということで、まあ、良いし者の魂に書いていきましょう。さらに切削することによって、まあ、どんどんとでかくなっていくと。からの戦術。不穏な笑いはもらっててもいいかな。これでこのターンに負けなければ勝ちの状況ということで、大体ハンドは1枚。どうでしょう。何か負け目あるかな。挑戦者。挑戦者だと、巨海の怒り引く。ただ、1点足りないか。さすがに1点足りないですね。はい。まあ、ダブストの方をブロックして、で、多様なネズミは、トークンがついてるんです、すでに。1点というか2点か。2点足りないですね、相手。これはもう勝ち確の状況かなと。はい。さあ、まあ、パワーが2上がっていくだけと。ということで、開始に38点パンチで、勝っていくと。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。まあ、キープしていきましょう。1ターン目、望みなき悪夢からの、2ターン目、不穏な笑いですね。まあ、基本的にはこの動きが、このデッキの、まあ、ベストな、1、2の動きではあるかなと。さあ、で沼を捨てていく。黒系デッキ。これ、ミラーマッチの可能性めちゃくちゃ高いですね。相手は呪詛術師型のサクリファイスデッキですね。さあ、ということで、不穏な笑いを出していきましょう。2ドローからの戦術に。トーディンカ欲しいですが、先に3マナ目が欲しいですかね。さあ、ということで相手は、はい、まあラクドスですね。はい。呪詛術師型はこれがね、強い動きですね。1ターン目にこいつを出すことで、まあ、1マナ3人を出しながら2ドローができるっていう感じになっていきますね。さて、これはどうするか。ただあれだな。まあ、塔の変化も欲しかったですけど、どっちかというと、まあ、展開を優先したいですかね。ちょっとね、このターン結構悩ましいですね。まあ、先に出すか。パーマネント生贄から魂を出していく。まあ、まだそんなにでかくはないんですけど、ブロッカーとしてとりあえず出していきたいかなと。で、追跡者ですね。これで追跡者も育っていくと。まあ、3人は22で普通にブロックすればいいということで。さあ、ここタップインから、除去を持ってるかどうかですね。触ってるんで持ってそう。はい。まあ、確定追放除去ですね。一応、追跡者で、まあ、というか能力は使わなくてもいいか。まあ、相手もこれ殴ってこれない、来る。はい。まあ、2とはいえ、打ちを取っていくと。さて、売券。うん。まあ、追跡者は、とりあえず殴っていきましょう。まあ、威迫なので、殴り放題ですね。で、このターンはベールマークとりあえず出して、相手これ止まってきてるんで、まあ、1マナのクリーチャーなのか、まあ、もしくは、除去を持っているのか、という形ではありますが。さあ、大わらじで、4枚削ってからの、追跡者いいですね。さらに追跡者を出すことによって、まあ、どんどんと育てていくことができると。相手この止まり方は、まあ、おそらく塔の天下。なるほど。うん。まあ、これも別に
2-2でブロックして OK ですね。さあ、そしてムクロ。まあ、相手はおそらくこれ一般的なサクリファイスかなと。さあ、ただライフがね、結構しんどい状況ですね。かすめ取り。3-2は除去っておきますかね。ちょっとね、その黒マナがペインランドしかないんで、マジで痛い。ベルマークいくか。追跡者を育てておきたい状況ですね。さあ、そして、魂を引いてくる。で、このターンはとりあえず、チャンプブロッカーを出しておきたいかなと。さあ、これで追跡者は4-4まで育っていく。さすがにこのターンにこっちが死ぬことはないと思うので、さあ、殴ってくる。殴ってくる場合は、まあ、殴ってくれる方がやりやすかった感じですね、これは。さあ、ただここ踏みとどまって、一室への恐怖。すでに紅葉は達成している状況。ブレイズを捨てる。なるほど。さらに除去。こうなるとね、ちょっと、しんどい状況になりますが、ただまだ耐えることは全然できるんで、とりあえず魂出して、まあベールマークは全然もう、捨てて OK なんで、探りながら、出して、で、一室への恐怖は除去っておきたい感じはありますね。まあ一応11、12が立ってはいるんですけど、まあ、相手が除去を持っていた場合がかなりしんどいかなと。さあ、ただ、こちらペインランドでマジで何点食らってるんだっていう話ではありますが、まあファストランドとかああいうのが引けないと、こうなりますね。さあ、ただすでに投げ飛ばしがある状況。殴ってくる。殴ってくるということは、これ、なんだ、全体除去とかあるんですかね。まあ、もしくは、はい、強襲のやつですね。強襲でトークンが出てくるんで、さらにブレイズ、なるほど。まあ、これ、かすめ取り系に捧げるんですが、ていうか、あれか、土地を絞られる方がしんどいかな。はい。さあ、土地を絞っていく。ただ、これはさすがに勝ってるか。フルパンで勝ちですね。1点でも通れば、投げ飛ばしで勝ちなんで、で、かすめ取りは、墓地に落ちたら、魂がね、育つんで、どっちにしろ投げ飛ばしで勝ちですね。さあ、これで、パワーが14に上がって、パワー14を投げ飛ばしで勝っていくと。ちょっとね、ペインランドがマジでしんどかったですが、なんとか勝っていくと。GG。さあ、ということで、例によって、まあ、山賊の方が効きそうな相手ではあるかなと。まあ、多分、墓地対とかは入ってないんで、こんな感じで OK かなと。さあ、はい。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。